どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃん M4MacBook Pro が届きました。今回ですね、大変ありがたいことにね、Apple さんに先行でお貸し出ししていただく機会をいただきました。なのでこの動画では M4 シリーズになった MacBook Pro がどのようなパフォーマンスをしているのか、過去の Apple Silicon シリーズと比べてどれぐらい変わったのかっていうのを皆さんにね、ご紹介お伝えできればなというふうに思っております。今回のね、M4Mac シリーズのね、新製品イベントがね、アメリカのロサンゼルスにあったんですが、本当にね、これもありがたいことにね、現地に招待していただきまして、その時にね、速報動画として、動画はね、もう実際に出ているかと思いますが、そのね、動画もね、本当にたくさんの方が見てくれて、僕もね、頑張ってね、もうみんなが知りたいことは何かっていうのをね、しっかりと頑張ってね、考えてね、出したものになるので、より多くの方に見ていただけて嬉しかったんですけど、そのね、新製品イベントから帰国して、このね、MacBook が到着したという形になっております。しかも実はですね、iMac と Mac mini もね、もう実際に機能開封動画を撮って、絶賛ね、レビューをしている中での最後、MacBook Pro になっておりますので、この MacBook Pro について、もう皆さんにね、はい、出し惜しみなくしっかりとね、ご紹介できればと思います。ではまず開封からやっていきましょう。この壁紙変わらんかったですね今回マジかと思って。結構僕はね、この MacBook のね、壁紙とかウォールペーパーはね、すごく iPad もiPhone も全て含めて好きなんだけどね、今回変更なかったのはちょっと正直残念でした。では開けていきましょう。はい、来ました。はい、こちらが本体でございますと。ちょっと付属品も見ていきましょう。AC アダプターがね、結構大きめですね、今回も。これぐらいのサイズ感ですね。で、今のね、MacBook Pro はね、マグセーフ充電ですので、超高速充電に対応したマグセーフ充電が同封されておりますと。はい、こんな感じです。これだけシンプル、すごく。早速見ていきましょうか。めくります。うわー、綺麗。はい、今回ね、お送りいただいているカラーはスペースブラックでございます。で、実際にね、僕がね、所有しているこちらの MacBook Pro。はい、これは M2Max モデルの MacBook Pro で、スペースグレーのモデルですね。こっちはね、スペースグレーになるので、もうこのね、色は今はもう選ぶことができません。シルバーかこのブラックになります。まあ、両方ともね、すごくかっこいいんですが、まあ結構全然色味も違うし、よりやっぱブラックに近いので、まあ全然ね、印象は違っておりますね。まあその他ね、ハード側のね、変更点はほぼほぼ何もないので、ここのね、側面のこのポートっていうのも、特に変わりはありません。右側には HDMI、USB-C、そして SD スロット。で、さらに反対側はマグセーフ充電、USB-C が2つ、そしてヘッドホンジャックが1つといった形になっています。で、今回から M4 の MacBook Pro、M4 Pro、M4 Max じゃない M4 の MacBook Pro の、最小構成であったとしても、USB-C ポートがね、全機種一緒のね、個数になりました。今までね、M3 の MacBook Pro ってね、1個少なかったんですけど、そこがね、改善されているというのはあります。で、さらにですね、最小の、メモリがね、16GB スタートになってます。M3 の MacBook Pro は最小モデルがなんと 8GB しかなかったんですよね。それはどうなのかっていうね、議論はかなりあったんですが、今回からはさすがに 16GB からの設計になっています。で、まあ、この 16GB に関しては、まあ、Apple Intelligence にね、対応させるというか、まあ、スムーズにね、最適化させるっていう意味での 16GB っていうところもあると思うので、まあ、M4 シリーズに関してはメモリがね、16スタートなので、そこはね、まあ、安心というか、まあ、8はね、もうなくなったので、良かったですね。では、開けましょう。見ていきます。じゃじゃん。うわー。つきました。じゃじゃん。おー。かっけー。スペースグレーと比べてもね、このような形という風になっております。いかがでしょうか。やっぱりね、ここのキーボードのね、部分とかなり色が似てますよね。ここはキーボードとグレーのここの分離がかなりね、目立つので、まあ、これはこれでね、MacBook らしさを感じますが、ここのね、キーボードとここのね、部分が一体化してる感じが、僕はね、初めてのスペースブラックなので、ちょっとね、こう新しさを感じますね。で、今回のね、新しい MacBook Pro が、ナノテクスチャーディスプレイです。はい。なので、こちらもね、iMac とかと同様で、反射とかをね、防止することができる、はい、ディスプレイになっています。全然なってないね、これ。びっくりしてる。で、こっちがですね、まあ、ちょっとね、ガラスフィルム貼ってるっていうのが結構でかいんだけど、めちゃくちゃ反射しますよね。このライトの部分とかに持っていくとさ、全然反射してますよね。これがね、このナノテクやとこんぐらいです。はい。うわー、全然ちゃうな。実際に LA でね、比較した動画をここに貼っておきます。はい。こんな感じで、標準ディスプレイとナノテクスチャーディスプレイではこれのように変わってきます。はい。いかがでしょうか。で、今ね、これ見てる感じだと、そのナノテクスチャーっぽいような、ちょっとマット感っていうのが、
iMac よりもねあんま感じないかも。 iMac でねもう実際レビュー動画出してると思うんですけど、ナノテクスチャーガラスになってるんですけど、こっちの方がナノテク感のこのマットさというか、ちょっと文字のにじみみたいなのはこっちの方がねやや感じないかな。これやったらナノテクでもいいかも。はい、ということで、こっからねちょっと数日間これをねもうしこたま使っていこうかなというふうに思います。僕がね今メインで作業してるのはこれなんですけども、完全に置き換えてどうなるかもう一回ねちょっとがっつり見ようと思いますので、そこからねしっかりとレビューしていきたいと思います。はい、というわけでね、数日間このね M4 の MacBook Pro をね使用してきました。結構ねがっつり使用してみてね、パフォーマンスとかいろいろとね、どういう風にね変わったのかっていうのが分かってきましたので、実際にですねここからね、詳しく見ていけたらなというふうに思っております。で今回のねこの M4Mac シリーズのねレビュー動画に関しては、実際にインスタグラムのストーリーズでどういったところをレビューしてほしいかとか、どういうふうなことを知りたいかっていうのをみんなに聞いてたんですよね。でそこでねみんながねめちゃくちゃねいろいろとね意見をくれましたので、このようにインスタグラムとかでねしっかりとねこう調査をした上でのこのレビュー動画の制作とかもね今後もやっていきたいと思ってますので、よかったらですねインスタグラムのね方もフォローしていただければなというふうに思っております。ではまずはですねパフォーマンスから見ていきましょう。ちょっとね数字的なねベンチマークのね方のスコアの報告からいきたいんですけど、ちょっとね、メインの比較としてはこちらのね僕が実際に、メインで使っている M2Max MacBook Pro ですね、実際にですね計測をしたところこのような形となりました。 M4 Pro のねモデルであればシングルコアが3868と、こっちの方が上回っていますね。でマルチコアも22256ポイントということで、CPU 性能に関してはこっちの方が良かったです。今回ねお送りいただいている MacBook Pro が M4 Pro チップで CPU が14コアのモデル、 GPU が20コアのモデルという風になっております。でただですね GPU ですね、 GPU に関しては計測してみたところこっちのね M2Max の MacBook Pro の方が高くねなったので、やっぱりグラフィックっていうところが M2 Pro とか、M4 Pro とかよりもやっぱり Max シリーズの方が明らかにね、優れてるかなという風に分かるんじゃないかなと思います。でこれらがですね、実際にね体感できる感じで、ちょっとね動画の書き出しをですね、計測をしてみました。まず30分間の YouTube 動画の書き出しですね、 4K42210 ビットっていうね、僕が普段よく使っているカメラのね、画質のフォーマットでこのような結果となりました。なんとですね20分13秒というねもうかなり、短期間でねできたということがわかるんじゃないかなと思います。ただですね M2Max の方がねやっぱりすごくて、書き出し時間が19分1秒だったので、さらに1分以上ね短かったので、やっぱり動画の書き出しっていうところはプロシリーズよりも MAX の方がね、それがたとえ前のモデルであったとしても、こっちの方が早いという風な結果がね出てきたかなという風に思います。今回お借りしてるのがね M4Max じゃなくて M4 Pro なのでね MAX とも比較してみたかった感じはあるんですけれども、でもやっぱりこう MAX シリーズのね凄さっていうのがやっぱりねこれでもお分かりいただけるんじゃないかなという風に思いますし、 M4 Pro でも30分の尺が1秒で1秒以上にね書き出すことがねできてるっていうのは分かると思いますので、十分な速さではあるかなと。でそこまでね変わらないかなと思うので M2Max じゃなくても M4 Pro でも結構同じぐらいねパフォーマンスの性能っていうのがいいのかなっていうのは分かるかなと思います。で次逆にですね、映像作品系ですね。この映像は尺が2分だけになるんですけれども、映像素材が 4K42210 ビット60フレーム H265 っていうね、サイズで収録した、結構一般的な 4K ですごく綺麗なね FX3 っていうカメラで撮ったものになるんですけど、これのね書き出しも行ってみました。僕がね実際に今所有しているね、一番古い Mac でいう M1 の iMac が3分20秒かかったのに対して M4 の iMac は1分46秒でした。でさらに M4 Pro の Mac mini だったらもう1分を切った59秒で、この M2 Pro チップを搭載した MacBook Pro であったら、同じく59秒だったんですね。でこちらの最後僕が持ってる M2Max だったら53秒で終わりましたので、やっぱりねこれもねわずかな差にはなるんですけど、書き出し時間っていうのはやっぱ M2Max っていうのがねやっぱりすごいなというところが分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね実際のねパフォーマンス面をねちょっと確認をねしていきたいなというふうに思います。僕はね結構もう映像というか、動画制作っていうものをメインにやってるので、ちょっと今回ねそこがメインにはなるんですけど、実際の M4 Pro のパフォーマンス感っていうのを見ていきたいと思います。まずはこれですね、実際にねさっき書き出したっていうふうに言っていた、YouTube 動画の30分ぐらいの尺ですね。もうプレビューもこんな感じで全然詰まることなくいけてるのがわかるかなというふうに思います。これぐらいのねものであれば全然問題なくね、動きますね。
これぐらいのレイヤーの感じだったら、僕がね、普段やってる YouTube であれば、もうマジで余裕でできますと。はい。で、次がこれですね、僕が実際に制作をしたウェディング映像の、動画のね、タイムラインになるんですけど、もうこれも全然余裕ですね。これはね、結構カラーグレーディングとかも結構がっつりやってはいるし、スピードランプエフェクトっていうね、スピード緩急をね、つけるために速さを結構変えたりはしてるし、それなりにね、画質もめっちゃいいものを使ってるので、結構負荷はかかるはずなんだけど、全然24フレームで、はい、等倍速でいけてますよね。ちょっと早送りをしてみましょう。こんな感じで早送りで、こういう風な、エフェクトが入ってても、若干、心を変えたりすると若干ラグはあるけど、でもほぼほぼ問題なくいけてますよね。これぐらいだったらね、全くストレスなくできると思いますので、はい、映像編集はこれぐらいで M4 Pro でもう余裕ですね。マジで余裕。はい、じゃあ次はですね、こちらを見ていきましょうか。これね、僕のチャンネルを昔から見てくださってる方はね、うわ、懐かしいってなってるかもしれないんですけど、僕が実際にね、制作をしたミュージックビデオの映像になっています。元データがですね、これかなりヘビーでして、はい、8K 映像です。そして、B ローと呼ばれるロー映像を、使って撮影を行ったものになります。なので、本来の動画よりもはるかにデータ量が多くて、この1クリップで10ギガとか全然ありますので、そういったクリップでどれぐらい動くかですよね。はい、ちょっと再生してみますが、もうこんな感じですね。8K のローだと、ちょっとこれぐらいレイヤーを積んでると、若干、でも全然今等倍でいけてるからね。はい、いけてるって感じかな。で、早送りしてもいけてますね。全然いいね。これぐらい動いてたら。でもやっぱり若干ね、重くはなる場所はあるかな。はい。この辺はちょっとね、はい、遅くはなってきたりしてますね。はい。カラーグレーディング自体はね、そこまでヘビーなものはね、やってはいないんですけれども、はい。これぐらいのものではあるけれども、はい。でも全然見えるっちゃ見えるか。これぐらいで。いけてはいますね。ブラックマジックローっていうものになるので、ダヴィンチリゾルブ内だったらかなりね、最適化されるっていうのがあるんですが、最後のこのテロップとかも、全然いけてる。うわ、懐かしい、これ。っていう感じで、B ローでも全然いけますね。はい。ではですね、もう少しね、詳しく見ていきたいんですが、どうやらこの Apple Silicon っていうのは、結構動画のコーデックっていうか、ファイルによってね、得意不得意があるとのことなんですよね。で、実際に、結構詰まりやすいのっていうのは、レッドっていうカメラ、レッドシネマカメラのレッドのローコーデックっていうのは、結構パフォーマンス的にあんまり合わないらしいんですよね。で、逆に言えば、B ロー、ブラックマジックローっていうのは、やっぱダヴィンチに最適化されていたりとか、スムーズに動くっていうのがあったりするんですけど、ちょっといろんなデータをね、一回入れて確認をしていこうと思います。じゃあまずはですね、実際に今撮っているこのカメラ、FX6 とかで撮れる MXF っていうね、ファイルのフォーマットのものですね。再生とかは全く問題なさそうですね。はい。これも 4K のはい、24フレームのオールイントラと呼ばれるすごく綺麗なフォーマットで撮っているものですね。ちょっとサクッとね、色だけ入れようと思います。僕がね、これちょっと実際に使ってるね、パワーグレードパックで、これ全部販売してるんでね、よかったら見てもらえたらと思うんですが、ちょっとね、簡単に本当にサクッとでやりますが、こんな感じで露出とかも上げて、で、若干色が濃いので、はい、もうこれはオフにしといて、ラットを、このラットがすごく好きで、使ってますね。この辺のトーンですね。こっちの方がいいかな。これとかにしようか。はい。これで色をつけても全然いけますよね。はい。全然問題ないですね。で、ちょっとエフェクトも追加してみましょう。グローとか入れてみましょうか。で、こんな感じで手からしてあげても全然止まりませんね。で、さらにちょっと、こっからノイズレダクションですね。今回からね、なんか公式のね、発表のね、イベントの時にもノイズレダクションがリアルタイムでね、処理できるみたいな感じのことをね、ざっくりと紹介してたんですけど、それが気になったんで、ちょっとやってみましょう。じゃあノイズレダクション、ちょっともう大雑把ですが、じゃあちょっと5ぐらいの値で見てみましょうか。はい。おお、マジでノイズレダクションいけてんぞこれ。10とかでどうやろう。10でもいけとんな。マジこれ結構すごいかも。おわー。じゃあちょっと違うクリップで見てみましょうか。はい、他にですね、こちらですね、この動画は、ソニーのブラーノと呼ばれるさらにね、上位機種のカメラで撮りました。で、これは XOCN っていう、ロー動画みたいなものなのかなというふうに思うんですけど、これご覧の通り 8K の映像になります。なので、厳密にはこっちの方がめちゃくちゃ大きくてヘビーなんですよね。で、これでもプレビューはまず一旦余裕そうですね。じゃあこれに同じようにちょっとレイヤーを入れてみます。はい。全く一緒のものを入れました。で、こうなってもいけんのこれ。マジで結構重いよ、これ。ローなんで。いけとんな。
若干復活の時に重いかなぐらい。てか綺麗すぎません？はい、いけてますね。じゃあちょっとカメラのね、ここのカメラローをいじりましょう。撮影時のね、設定とかで、中身をね、ちょっとティントを変えたり、露出を変えたりとか、シャープネスとかね、ハイライトとか抑えたりとか、シャドウとか、結構いろいろと変えれますので、ガンマとかも。はい。ちょっとね、サクッといろいろと変えてみて、これで動く。はい、今ノイズリダクション、10% ぐらいのものにしていますが、動いとるよな。これは結構すごいんじゃないですか。じゃあちょっと最後にですね、ここにシャープネスを加えてみましょう。これでだいぶと重くはなると思う。はい、こんな感じで。ノイズリダクションしてシャープネスしてってやると、さすがにね、重たくなるといった形ですね。はい、じゃあ次はね、このクリップでいきましょう。これはですね、レッドのローですね。なので、レッドで取られた、これも、はい、レッドのね、ローのものになっているはずでございます。ちょっとこれもね、簡単に同じグレードを入れまして、はい、どうでしょう。あ、いけてるいけてる。あれ全然いけとるな。これね、ノイズリダクションも入れてるんやけど、はい、同じように。いけとんな。マジでこんないける？はい、問題なくいけてますね。全然いけちゃいました。じゃあ最後、ブラックマジックロー入れましょう。これブラックマジックローですね。6K かな？はい、もうちょい高いかのブラックマジックローの素材です。これも、ローのものになるので、ここでクリップでね、いろいろと変えたりできますので、ガンマをビデオガンマにしましょう。で、ちょっとね、簡単に戻してあげて、こんな感じかな。で、さらにね、ちょっと僕のラットを追加しましょうか。これパワーグレードの中に入ってるラットなんですけど、じゃあこれにしましょうかね。はい、簡単に入れまして、で、最後にノイズ除去しておきましょう。ちょっと強めに、じゃあ、一旦 10% で。はい。いけてるな。めっちゃ綺麗やん、ほんで。綺麗すぎる。はい。いけてますね。はい。結構ね、細かくいじれるんで、もうちょいね、やりようはたくさんあるんですけど、サクッとやったノイズリダクションでも結構効きますね。はい。では、それぞれノイズリダクションをオフにした状態で、レイヤーを5個重ねてみました。これでプレビューの感じを見てみましょう。これが FX6 の MXF ですね。ちょい止まるが、でも全然5枚でもいけてはいますよね。はい、次 XOCN、ブラーノの 8K ローですね。ここまで来るとだいぶとカクつくかな。さすがに。5枚になると厳しそう、8K だと。で、次、レッド。はい。でも意外といってるね。うん。でもちょっとしんどそうではある。これが2つだと全然余裕ですね。で、最後、ブラックマジックロー。これはね、余裕やね、ブラックマジックロー。すごいね。ブラックマジックロー余裕やな。はい、という感じになるので、M4 Pro でも全然パフォーマンス出ますよね。だからこういったプレビューとか結構そっち系はね、全然いけるし、ノイズリダクションがやっぱすごかったですね。やっぱノイズリダクションをかけても全然そこまで止まらずにね、編集できるっていうのはすごくいいなと思います。今回のね、この新機種を使って分かったことが結構いくつかあるので、まずはそれを紹介します。まずですね、ナノテクスチャーディスプレイ。これね、めっちゃいい。これね、ほんまに忖度とかじゃなくて、これね、マジでいいと思う。iMac のね、レビューでも言っていたんだけれども、iMac の方は、でっかい画面のナノテクは結構ね、僕は慎重に考えた方がいいと思ってるんですね。もう絶対にこっちの方がいいよとは言い切れないんだけど、このね、MacBook Pro のナノテクはね、結構ありだと思うんですよね。こんな感じでね、外の屋外で実際にね、見ると、こんな感じで違うんですけど、こっちが標準のね、ディスプレイで、こういう風になるんですけれども、ナノテクになると、こんな感じでね、反射がもう全然抑えられてるんですよね。やっぱりノート PC って外でね、持ち歩いたりとか、こうテラスでね、作業することも多かったりするし、窓際での作業とかも結構全然あるじゃないですか。あとはね、カフェに入って後ろが窓で PC の画面が外を向いてる時ってこう反射がすごいと思うんですけど、そういう環境でね、めちゃくちゃ抑えられますね。で、これに関してはね、このように実際にね、反射具合がね、この時点で違うと思うんですけれども、ちょっとね、僕画面の保護フィルムをね、貼ってるので、これもね、結構正直大きいです。実はね、僕今こっちに MacBook Air もね、あるんで、こっちのね、標準のディスプレイとかを見てみて比較をしてみても、やっぱね、全然違います。本当にナノテクは。で、僕はね、この MacBook Pro こそナノテクがね、必要だったなっていう風に感じました。というのも iMac とか大きな画面っていうのはもうそもそも基本部屋にあるのであんまいらないと思うんですよね。どっちかっていうとそのザラザラ感、マット感っていうよりも解像感があった方がね、僕はいいなという風に思うんですけど、MacBook Pro での、外での作業をするときって僕の用途では
正直外ではそこまでこういったね動画を編集するにあたってもここの画面の超綺麗さを求めなくて、どっちかっていうとこのタイムラインの整理をしたりとかカット編集を外で終わらせるとか事務的な作業を外でやるみたいなことが多かったんですね。でめちゃくちゃ映像にこだわったカラーグレーディングをするとかって結局大画面がいるから、ってなったらスタジオディスプレイとかいろんなモニターがねここに並んでるんですけど、全部でナノテクはついていないので、それはそれで外部で出してねやればいいなというふうに思うんですよね。なので持ち運ぶ MacBook の画面だからこそナノテクスチャーが入っていて、で帰ってきて普通の標準のねスタジオディスプレイとかで映してみるっていうこのコンボが一番いいなと思ったんですよね。これね多分僕オプションにすると思う、買うときは。っていうぐらい、あくまで僕の意見です。はい、これは本当に僕の意見でしかないんですけど、僕は MacBook のナノテクはマジでいいと思います。ただですね、ここで全てを完結させるのであれば、やっぱりナノテクっていうのは若干ねこう普通のディスプレイに比べたら解像感というか、なんかこうねちょっとサラッとしちゃってしまうというかね、テクスチャーがね変わっちゃうので、好みは分かれると思うんで、よかったらね店頭でね実機を見てから選んでほしいんですけど、僕はねナノテクはね結構本当に驚くぐらい良かったなと、 MacBook こそあった方がいいなというふうに感じました。はい、で次バッテリーですね。バッテリーの持続時間もねかなり上がってるということなので、ちょっとね一晩YouTube のね音楽をかけてみました。 YouTube を、かけ続けて見てみたんですね。で開始した時刻がですね深夜の1時40分1時40分から 100% の状態で一晩ね YouTube を流し続けてみました。で、翌朝ですねだいたい9時ぐらいですね、なので7時間ちょっとぐらいかなの間にずーっとやっていたんですけど、 40% ぐらいしか減ってなかったんですよね。 60% 残っていました。なので、YouTube とかねこういろんなウェブのブラウジングをずーっとやり続けていたとしても15、6時間ぐらいはね持つという計算になるので、それなりにね持つんじゃないかなと。連続使用でこれぐらい持つので大体ねそんな感じかなといったところですね。はい、でですね地味にですねデスクビューモードがこっちの Mac でも使えるんですよね。僕はそこまでねあんまり出番はねないんですけれども、こういったデスクビュー系のねモードが他のねマシンにも入ってくるっていうのは結構いいなというふうに思いますので、実際 iMac でねやってみたデモがね LA でやってみたんですけど、それは結構ねいい感じだったので、手元も映せるし、それプラスで自分の顔も別個でね両方とも出力ができて、で両方とも相手をアニメすることができるので、なんやかんやね自分の手元をね見せながらやらないといけないウェブ会議とか、なんか素材の質感とかをねこう確認するみたいな、そういった時とかにはすごくね役に立つかなというふうに感じました。はい、でですね次に僕がね少し気になっていたのが指紋なんですよね。今回のねこの MacBook Pro はカラーがね今スペースブラックです。でこのスペースブラックを選ぶにあたってめちゃくちゃかっこいいんやけど、結構一個気になってたのが指紋なんですよね。指紋がどれぐらいつくかなといったところなんですが、結構ね指紋はねつくんですよね。ちょっと今光の加減でね目立ちにくさはねあるかなというふうに思うんですけど、結構ね手汗がねかいてる時とかにちょっとねこの辺を触ると指紋はね割とついちゃうなという印象があって、やっぱりシルバーとかスペースグレーよりもね目立つので、この辺はちょっとね人によっては気になるかも。でもミッドナイトカラー MacBook Air とかにあったミッドナイトカラーとかよりはそこまでね目立たないかなというふうに思うんですが、ちょっとね指紋とか気になる方はこれもね実店舗で確認がね必要かなというふうに感じました。はい、という感じでね、実際に使っていての使用感になります。僕が一番ね推したいところはナノテクスチャーかな。本当に良かったなというふうに感じております。でその他にも一応進化ポイントとしてはサンダーボルトケーブルですよね。サンダーボルトのポートが5にね対応しておりますので、よりね高速なデータ転送が可能となりました。はい、では最後にですね MacBook Pro の選び方にあたってちょっと僕なりのね見解をお伝えして終わろうかなと思います。2つありますよね。Air にするかプロにするか、そしてプロを選ぶときに14インチにするか16インチにするか、このね選択肢が結構ね重要になってくると思うので、実際ねいろいろとね持ってる僕がちょっとこの辺をね解説して終わろうと思います。まずはね Air かプロかっていうところになってくるんですが、これはね結構難しいところなんですけど、はい、今ね M3 の MacBook Air もございます。この2つのね明らかな違いはねもう薄さですよ。これぐらい違いますね。はい、シルバーがね、Air になるんですが、こんぐらいね薄さっていうか筐体の厚みっていうのがね違いますので、もう断然ね MacBook Air はねすごく軽いね仕様になっています。ただですね端子類が少し違うくて、筐体の右側は MacBook Air
はね、イヤホンジャックしかないのに対し、HDMI、サンダーボルト、SD カードが MacBook Pro には入っております。で、ひっくり返して逆側に行くと、MagSafe 充電に、USB-C がさらに2個でイヤホンジャックという風になりますので、こうポートのね、拡張っていうところでは、やっぱりね、MacBook Pro っていうのはすごくね、便利になってきますね。で、他にも MacBook Air であれば、画面のね、リフレッシュレートが 60Hz なんですよね。で、一方でこの Pro っていうのは、プロモーションディスプレイになるので、120Hz でよりね、ぬるぬるとした画面のね、切り替えが可能になるので、ちょっとね、このぬるぬるさっていうのは結構変わってきますね。で、そもそもディスプレイ自体が、こっちはね、リキッドレティーナディスプレイに対して、こっちは XDR のね、リキッドレティーナディスプレイになるので、よりね、綺麗なディスプレイを搭載しています。で、あとはスピーカーですね。スピーカーのね、個数とかも多分違うと思うんですが、プロはね、ここにもね、スピーカーがあるんですよね。で、エアーはここ自体にはないので、やっぱりこう、空間をね、しっかりとこう、音をね、出してるっていう感じが、やっぱプロの方がすごく良くて、エアーもね、それなりにスピーカーはいいんだけれども、やっぱりプロと比べると結構全然違うね、印象がありますので、一回ちょっと聞いてみてください。As we embark on this new adventure in life, we are filled with anticipation for the beauty of understanding and walking together. Will you walk by yourself, dressed like an angel in white on the way? As we embark on this new adventure in life, we are filled with anticipation for the beauty of understanding and walking together. Like an angel in white on the way, and you'll be はい、こんな感じで実際肉眼で聞くとね、もっともっと全然違くて、重低音とか、すごくね、本当にもうなんかこれスピーカーじゃねみたいな感じで、すごい綺麗な音が出てくるっていうのがプロのね、良さでもあったりしますね。で、あとはね、バッテリーもね、実は違くて、エアーのね、13インチは最大18時間のバッテリー。で、プロの14インチですね、こっちは最大22時間のね、持続可能時間となりますので、やっぱりプロの方がね、実はバッテリーのね、持ちが良かったりします。で、細かな重量に関しては、エアーがですね、こっち 1.24kg。ですね。で、プロモデルの M4 プロチップを搭載した MacBook Pro、今回のこれは 1.6kg なので、だいたい 360g ぐらい重たくなっています。カメラでいうね、レンズ1個分ぐらい、ちっちゃめのレンズ1個分ぐらいのね、重さになるので、結構違うじゃないですか、それはね。っていうぐらいのね、違いがあったりします。このようにね、エアーとプロっていうのはね、違いがあるんですけれども、このね、違いは結構難しいですよね。本当に何がしたいかによってもね、変わってくるし、僕としては動画を編集したいとか、で、4K のね、映像を編集したいっていうものであれば、全然エアーでもできるんですよ、正直。なので、よほどな理由がない限りは、エアーでもいいと思っています、個人的には。で、逆にプロのね、良さって何かっていうと、やっぱりグラフィック性能が良くて、やっぱ動画の書き出しとか、映像出力っていうところとか、なんかこう、ビジュアルとか、カラーグレーディングとか、ノイズリダクションとか、なんかそういう高負荷なね、パフォーマンスを求める場合っていうのは、やっぱりプロのね、モデルの方が、GPU 性能も良かったりするので、そこはね、結構大きな違いかなと思います。ただですね、一応ですね、このプロのね、筐体で、プロマックスとかじゃないチップ、M4 の無印チップを搭載したモデルっていうのも選ぶことができますので、別にね、プロの性能はそんななくていいんやけど、プロのハードウェアが欲しいという方、このね、SD カードとかは絶対やっぱり必要だしっていう方は、プロを選ぶっていうのもすごくね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、最後にですね、このプロモデルの14インチか16インチに関して、これどっちにするかっていうのは、僕は結構がっつり答えが出ていて、僕はね、やっぱり14です。やっぱね、16インチ僕ね、M1MAX をね、使っていたんですけど、非常に重いです。めちゃくちゃ重くて 2kg とか超えちゃうと思うんですよね。で、これがね、かなり実際にストレスが多かったんですよ。ただのね、重さだけやったらいいんですけど、ここのね、側自体もすごくね、大きくなるので、スタバのカフェとかでこう丸テーブルとかで一人掛けのねところ行くと15インチ16インチって置いたら横にねコーヒー置けないから、本当にこれはねすごく大きなところだと思うし、あとはソファーの上とかで膝の上でね PC を置いて作業したいってなった時に本当に重たい。なので膝の上でねしたいっていうか、家でねくつろぎながらね PC をいじりたいっていう時はやっぱねエアーが一番楽ですよ。ここがね結構違う。膝ってね意外とこう重さをね感じ取るので、ここのね体感値っていうのはかなり変わってきます。でさらにですね、飛行機によく乗る方はマジで14インチの方がいいと思います。特にね LCC とかこう
手荷物重量が厳しいね、ものに乗る場合っていうのは、やっぱりね、トータル7キロっていうのが多いじゃないですか。で、7キロのうち16インチの MacBook Pro ってほぼね、2キロとか占めるんですよ。ケースとかも合わせると。で、さらにそこから SSD とか充電器とか含めたらさ、もう3キロ、4キロいっちゃうんですよ。で、僕のようにカメラが好きな人がカメラを持っていくと、もうそれだけで7キロいくんですよ。で、カバンと合わせたらもう超えちゃうみたいなことって、マジでザラにあるから、ほんまにね、飛行機によく乗る人はもう絶対14の方がいいと思いますよ。ただですね、16インチっていうのはすごくね、画面が大きくてめちゃくちゃ見やすいっていうのはね、やっぱりあると思うし、やっぱバッテリーのね、持ちであったりとか、こう画面のね、情報量っていうのはすごく多くなるので、iPhone でね、Pro Max みたいな形ではあるんですが、それでも僕は14インチがね、おすすめかなと思います。今僕がね、お話ししたことが、そんなにね、自分にとって当てはまらないっていう方は、16インチの大画面で、選んでやるっていうのも一つだなというふうに感じております。はい、というわけで以上いかがだったでしょうか。今回はですね、M4 Pro を搭載したこのね、MacBook Pro の、レビューをね、させていただきました。この MacBook Pro ね、そこまで進化ポイントはね、めちゃくちゃあるわけじゃないと思うんですよ。やっぱチップが変わったっていうところで、とはいえね、この M4 Max チップではないんですけど、この M4 Pro でもね、どこまでいけるのかっていうね、パフォーマンスを見たかったりとか、あとはナノテクスチャガラスがね、すごく気になっていたので、ちょっとその辺をね、メインでレビューをさせていただきました。というわけで、皆さん今回のこのね、M4 Mac シリーズの動画はいかがだったでしょうか。iMac のレビュー、Mac mini のレビュー、そして最後 MacBook Pro のね、レビューをさせていただきました。すべてですね、もうすでに動画は上がっているので、他も見てもらいたいのと、僕がですね、実際に Apple イベントにね、ロサンゼルスまで行って、そこでね、楽しんだりとか、実況をね、レポートした、そこのね、裏側が見れるような Vlog 自体もね、投稿していますので、そういった動画もね、合わせて視聴いただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。このレビュー動画もね、ほんと数日で3本全部作り切って、めちゃくちゃ大変だったんで、よかったよと思ってくださる方はね、グッドボタンだけでも押してくれるとすごく嬉しいなと思います。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。